こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、夏には必須と思われる耳を塞がないタイプのモデル、シブが SO1 のレビューです。ホワイトで涼しそうですね。左右の操作ボタンがオレンジなのもいいですね。そんなこと言われたらブラックの立場ないじゃん。あ、そうね。ブラックとオレンジのコントラストも素敵です。なんかわざとらしい。シブガってさ、木製ヘッドフォンが有名だよね。なんかイメージ違うな。ミミはこのタイプあんまり詳しくないから、早速教えてもらおうかな。オッケー。早速だけど、これいくらなの？1万円くらいね。愛はこのクラスだとまず視聴したいわね。愛ちゃんじゃなくても大概の人は視聴したいでしょう。SO1 はご覧の通り8つの特徴をアピールしてる。この中で私がいいなと思ったのはまず装着感。ここを調整して密着度を上げることができる。ぴったりフィットするんで運動しても落ちる心配はないと思ったよ。外歩いたり首振ったりしても全然ずれなかった。それから音漏れが案外少ないなぁと思ったんだけど、指向性オーディオ伝送技術が使われてたんだね。ワイヤレス充電もいいね。その他はどうでもいいの？別にそういうわけじゃないけど、特にいいなと思ったところだよ。ここには表示してないけど、オレンジの物理ボタンや充電ケース内のバッテリー残量表示も何気にいいね。コーデックは SBC と AAC、Bluetooth はバージョン 5.3、ドライバー口径は 16.2mm。このぐらいの口径なら低域は結構出そう。バッテリーは9時間ぐらい持つのか、仕事でも使えそう。耳を塞がないイヤホンだけど、装着後耳の穴は隠れる。空気伝導でも骨伝導タイプみたいに耳の穴が見えるタイプもあるんで、開放感に若干違いは出るかな。OS によって音質に変化があったんでちょっと触れておくね。接続 OS、Windows 11、クリーンインストした PC と Win 10からアップグレードした PC、最初から Windows 11がインストールされたノート PC など計4台の Windows 11搭載 PC で他の OS 接続時に比べ低域が不足し性能を全部引き出せていない印象だった。 SO1 側の問題じゃないのは確かだろう。ハンズフリーのモノラル接続じゃなくちゃんとヘッドホンとして認識されているので今のところ未解決。 Win 10、Android OS では全く問題なくしっかり低域も出た。特にタブレット、デックラスト T50 との接続が一番印象が良く、どの帯域もしっかり聞こえ、迫力もあった。そろそろ音質面かな？そうだね。音質の印象はまず、映像コンテンツ視聴。セリフの低域が結構しっかりしていて自然。最大音量も問題なし、臨場感もある。音楽視聴。低域の量感と質感、そして高域とのバランスもなかなかいいんだけど、アタックが強いとポンプがかかったように低域が抑制される感じ。音量上げすぎなければほとんど感じないレベル。中高域以降はしっかり出ていて臨場感も結構あり、作業しながらとかの音楽視聴ならかなりいいかも。再生プレイヤーでサラウンド系のエフェクトとかオンにすると臨場感はさらにマシマシね。なるほど。低域の出方がちょっと気になってるのね。耳を塞がないタイプってやっぱりまず低域がどのぐらい出るか気になるんでね。あと装着の仕方はいろいろ工夫した方が良さそう。耳を塞がずできるだけ密着させることで低域の量感も高域の明瞭さも変わったから。そうですね。ジャックさん、低域がもう少し欲しいって言ってますけど、耳の大きさにもよるんじゃないでしょうか。愛は十分な低域だと思いましたよ。そういえば他モデルとも比較してみたんですよね。まずは左右一体型のサウンドピーツランフリーとの比較ね。耳を塞がない点では同じだから。で、気になる低域の量感と質感はランフリーの方が出る。愛は音漏れが気になったんですけど、ランフリーは低域も音量も SO1 より出ますけど、音漏れも結構ありました。その点 SO1 は結構な音量だと思える状態で外してチェックしてみると、音漏れ自体はありましたけど、案外気にならないかもって思いましたよ。左右独立型、もう1個あるのね。そうね。オープンイヤー、エチュード、現在販売終了。購入当時6000円ぐらい、2022年11月。これと比べた SO1 の優位点は、音質と音量。なんだ、SO1 の圧勝じゃない？確かにそうね。調整可能なフィット感、ケース含め全体的な質感、物理ボタンでの操作、ワイヤレス充電と価格相応の違いはあって、一度 SO1 を使ってしまうと、オープンイヤー、エチュードに戻る気はしないわね。半年以上前の6000円ぐらいのモデルと、最新モデルで1万円クラスだと、やっぱ差は出るよね。左右独立型の SO1 にかなり期待して視聴し、おおむね満足、低域があと一歩という印象でした。この音質を分かった上で、一ユーザーとして買うかと聞かれたら、私の使用目的が映像コンテンツの視聴でリスニングメインではないので買うと思います。シブガの耳を塞がないタイプのモデルはこれが初のようですが、1万円ぐらいの価格としてはなかなかいいんじゃないかなと思いました。あとは Windows 11で接続した時の低域不足問題が解決すれば毎日使いますよ。ということで、シブガ SO1 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。